それでは材料の確認です。お餅用の羊毛フェルトが1色、みかん用の羊毛フェルトが2色、葉っぱ用の羊毛フェルトが2色、半紙3方、お餅のベース2つ、みかんのベース1つ、葉っぱのベース1つ、裏白風のシダが2枚、ワイヤーが1本です。ご確認ください。自分で用意していただくものはこちらです。それでは作っていきましょう。まず羊毛フェルト用のマットと針をご用意ください。この針はニードル針といって羊毛フェルトを固めるための針です。先の方がギザギザになっています。この部分を刺すことで羊毛を絡めて形を作っていくことができます。ニードル針は刺した時に同じそのままの向きで引き抜くというように使ってください。同じ方向に引き抜く。刺した時に別の方向から曲げてしまうと針の先が折れやすいので注意してください。そして針の先はとても鋭くなっていますのでご注意ください。それでは始めていきましょう。まずベースをご用意ください。お餅のベースからやっていきたいと思います。お餅のベースは丸い形になっているんですけれども、これは手作りなので少しいびつな部分があります。その部分を先にニードル針でつついて整えてみましょう。このお餅でいくとこの辺りが少し四角いので、そこを少しつつくことでつついた部分がへっこんで丸くなります。皆さんもやってみてください。ベースの形を整えることでニードル針の仕組みが分かっていただけるかと思います。丸くぷっくりした形に整えてみてください。出たところをつつく、出たところをつつくという感じに少しずつふわふわしたところを固めていってみてください。丸い形に整えていきます。この時点ではまだすごく綺麗な丸になっていなくても大丈夫です。他のベースもやってみましょう。お餅のベース、みかんのベース、葉っぱのベースもそれぞれつついて形を整えてみてください。お餅のベースを2つ重ね合わせて合体させたいと思います。このように2つを合わせて刺していきます。上を左手で押さえながら針を上のお餅の下の方から下のお餅の中に突き抜けるような感じに刺してみてください。少し刺して隣に移動してまた少し刺して移動させるというようにお餅を回転させながら刺していくといいと思います。それぞれ5回ずつぐらい刺して回し、だいたい2周した頃には固まっているのではないかと思います。このような感じになりました。お餅のベースがこのように合体したら、この上に羊毛をかけていきたいと思います。白い羊毛をご用意ください。羊毛はそのまま使うのではなく、少しほぐして使っていきたいと思います。左手で羊毛を持って右手で薄く引っ張る。引っ張って本当に薄く引き抜いて重ねていきます。こうすることで塊の羊毛がほぐれてきれいな表面を作ることができます。いろいろな方向に持っていただくと繊細な感じになりますので、
いろいろな方向に重ねてみてください。こちらがふわふわになった方で、こちらが元の羊毛です。ふわふわになったこちらの羊毛を上にかけていくのですけれども、ちょっと大きさが大きいようなので半分に折りたたんでみましょう。小さかったら広げるという感じになりますけれども、上に乗せてみて下までふわふわの部分が届いていれば大丈夫です。たくさんありすぎるとやりにくいので、このぐらいのサイズになるように折りたたんでおいてみてください。まだ大きいという方は半分に折りたたんでもいいと思います。それではここを張らせて針を刺して固めていきたいと思います。張らせた状態で針を入れて刺していきます。先ほど合体した時と同じ部分になります。先ほどと同じように少しずつ回転させて刺していってください。横から見るとこんな感じです。だんだん上のお餅がぷっくらと丸くなって浮き出てきました。合体する部分のところが一周終わったら、上の部分も少し刺して形を整えてみましょう。上の部分は深く刺しすぎると針の穴が目立ってしまいますので、針を浅めに刺しています。それでは下の部分も包んでいきたいと思います。下の部分もお餅に羊毛を張らせるように後ろに引っ張ってしっかりと引っ張ってください。一気に引っ張っていくとやりにくいので、部分ずつに分けてやりたいと思います。指でしっかりと押さえて、お餅の裏側の縁をチクチクと刺してみてください。少しずつずらしながら、またお餅の羊毛を張りながら後ろに引っ張り押さえて縁を刺すというのを繰り返します。羊毛同士が固まってくっついていきます。少しずつずらしながらやってみてください。下の段も丸い形がなんとなくできてきたような気がします。上から見るとこのような感じになっています。そして後ろの部分をやっている間にちょっと浮いてしまった境目の部分もしっかりと刺し直していただくといいと思います。あと後ろに出た部分は余分な分をカットして、その羊毛もまたいつか使えますので横に置いておいてください。形を整えながらチクチクと作っていってください。裏側もはみ出た部分がないように貼りながら針を入れていくと固まってきれいにつるっとした形になります。お餅ができました。
それではみかんも同じように作っていきましょう。みかんのベースを出していただいて、オレンジ色と黄色の羊毛を少しずつ取っていきます。2色を混ぜることで自然な感じが出ます。先ほどよりほんの少しでいいと思います。2色を出して指でほぐしながら混ぜてください。この時にもうふわふわな状態になっていますので、これは薄く取って重ねるという作業はいりません。ほぐして薄く板になったものを乗せてみるとちょっと透けて見えているので、もうちょっと分厚く取りたいかなと思います。でも量が多すぎるとまたやりにくいので、少しずつ増やしていってください。ちょっと重ねてみました。なんとなくいい感じですが、少し量が多そうなので横に避けておきます。それではみかんの上に羊毛を貼らせておいて、鏡餅のお餅の部分の時と同じように刺していきたいと思います。指で貼らせながら羊毛のベースと羊毛を合体させている感じです。上部分だけ今刺したので下は真っ白ですが、これを包んでいきたいと思います。折りたたんでベースと羊毛を固定していきます。この時も羊毛が張っていないとくっつきにくくなりますので、きちんと羊毛を張らせて入れてください。そして余分な分をカットして使っていただくといいと思います。少し見えている白い部分は後から羊毛を足すことができますので、気にせず進めてください。ベースの形と同じ形になるように羊毛のベースに羊毛をくっつけています。この薄い部分に少し羊毛を足します。足すときは全体に足すのではなく、折り曲げて足りないところに分厚くなるように刺すといいですね。小さいので手に気をつけて刺してみてください。はみ出たところは少し押さえて刺していってください。針の先でくるくるとして刺すという技もあります。こんな感じにみかんが完成しました。葉っぱのベースをご用意ください。葉っぱには黄緑と緑の羊毛を使います。みかんよりもさらに少しで大丈夫です。
緑と黄緑の羊毛を混ぜて作りたいと思います。お送りした羊毛で葉っぱが100個ぐらいできるんじゃないかなと思うぐらいの量なので、ほんの少しでやってください。ベースにふわふわにした緑色の羊毛を巻きつけます。なんとなくくるんでいただいて、葉っぱの平らなところをチクチクと刺していってください。裏面も同じように刺していってください。縁のところはまた貼りながら羊毛をくっつけていきます。貼りながら針を刺していくというやり方でやってください。ふわふわのまま刺しても固まっていきませんので、貼りながら刺すというのがコツになります。足りない部分はまた羊毛を巻きつけて、しっかりと張らせながら羊毛を刺しています。引っ張って張らせて刺す。反対側からも同じように形になるように引っ張って張らせて刺す。側面もこのように刺していただくと綺麗な葉っぱになります。ベースの形に沿って刺しますが、ベースよりも小さくしてもいいかなというような気持ちで刺していくと、しっかりとした葉っぱが完成します。ちっちゃい作品なので手に刺さらないようにお気をつけください。針の先が斜め下を向くような角度で刺しています。ベースの中に針の先が入ってしまっても大丈夫です。そのぐらいしっかり刺した方が固まっていくと思います。葉っぱがなんとなく形作られましたが、ちょっとはみ出ているところはねじって固めて入れていただくといいかなと思います。こんな感じに葉っぱができました。みかんと合わせて可愛く飾れると思います。お餅とみかんと葉っぱを合体させていきます。ワイヤーをご用意ください。ワイヤーを葉っぱにこのような形でくっつけたいと思います。ワイヤーの先を葉っぱの側面にキコキコっとねじりながら刺します。旗のような感じになっています。そしてみかんの真ん中にワイヤーを回しながらまた刺してみてください。このような感じになります。ワイヤーの先の部分に木工用ボンドをつけて羊毛を巻きつけたいと思います。木工用ボンドをご用意ください。羊毛もご用意ください。
羊毛を少し取って丸めておきます。木工用ボンドを指につけて羊毛と一緒に持ちワイヤーに巻きつけてみてください。長さは後でカットできるので少し長くなっていても大丈夫です。そして巻きつけた羊毛にさらに木工用ボンドを上につけておくと固まるので、さらに指で巻きつけて羊毛に木工用ボンドをつけてみてください。お餅とみかんを合体させていきましょう。ワイヤーを回しながらお餅の真ん中に突き刺してみます。ある程度突き刺さったら上から押さえてください。お餅の下に今ワイヤーが出ている状態になっています。お餅の下に出たワイヤーを切れるハサミまたはペンチでカットしていきます。みかんの軸も長さを調整してカットしてみてください。みかんとお餅の間に木工用ボンドを少しだけつけて上から押さえて固定してください。それでは仕上げをしていきたいと思います。形の少し気になるところに針を刺して形を整えてください。形が整ったらハサミで表面を切っていきたいと思います。羊毛フェルトの形の上に出ているふわふわした部分をハサミを作品に沿わせながら切っていくとつるっとした表面になってとても綺麗になります。みかんもお餅も葉っぱもそれ自体を切ってしまわないように表面をカットしてみてください。表面がつるっと整った鏡餅のお餅とみかんが完成しました。それでは飾っていきましょう。半紙に赤い色鉛筆で縁取りを描いていきましょう。きちんとした人は定規を使って描いてください。フリーハンドで入った方が味があるような気がしますが、きちんとした人は定規でどうぞ。周りに赤い線がついたら少しずらして半分に折ります。3本の上に手前に三角が来るように置いてください。そして裏白風のシダをご自分でどのぐらいの長さにするかを決めていただいてハサミでカットしてください。根元の方の葉っぱを取るときれいになります。裏白を置いてその上に鏡餅を置きたいと思います。とても可愛くできました。
これで完成です。